今回制作するのは、70年代を代表する日本の名車です。いいですね、この走り。楽しいです。SOHC 直列6気筒エンジンを搭載。150馬力を誇り、またロングノーズの流れるようなボディを持つこの車は、日本国内だけでなく、アメリカ市場でも爆発的な人気を誇りました。その車の名は、フェアレディ Z。今現在も人気がありプラモデルも各社から出ております。その中で今回は青島のこのフェアレディ Z を選びました。この動画初の車の模型ということで、できるだけ簡素に仕上げるはずだったのですが、またもや回収作業が入りササラの仕事が増えてしまいます。今回はドリルを使って切り取ろうと思います。そしてボディの色をどうするのか。この後ボディの塗装に取り掛かります。果たして、無事作業を終わらせて満足いく仕上がりにできるでしょうか。今回は車を作るんだね。また、勝手に決めちゃって、どうしていつも。何言っているんだよ。前回ちゃんと予告しておいただろ。モザイクかけて。ダメじゃん。そういうわけであの時すでに次回の作品が決まっていたんだよ。ササラ。そんな予告じゃ全くわからないわよ。じゃあ次に作るものはササラが決めていいよ。それ本当っていうか、本当に本当なんでしょうね。うん。だってそうしないと。またあれを見るかもしれないからな。あははは、もうしないよ。だといいけどね。さて、キットの中の様子を見ながらどんどん話を進めていこうか。今回車を作るのはいいけど、どうしてたくさん車種があるものからこれを選んだの？通販で探していたらこれを見つけてね。思わず買ってしまったというわけだ。模型ではどうかわからないけど、実車の世界では今旧車が大人気なんだよ。この車も70年代に作られたもので、アメリカでは JDM と呼ばれてこの時代の車は大流行しているんだよ。さて、箱の中を見てどうだったかな？箱絵のボディはワインレッドっぽいけど、キットのボディは白なんだね。自分で色を変えて塗って OK ってことだね。これなら思い通りの色塗ってもいいから楽しめるね。色何にしようかな。ああ、色の決定についてはちょっと試してみたいことがあるから。サムネを見ただろう？ちょっと元の箱絵のボディの色を変えてみたんだ。サムネの画像の件については、今回の動画の最後の方で説明しますのでお楽しみに。また厄介なことをやるの？いや、大丈夫だよ。そんなに手間はかからないはずだから、多分。説明書見たんだけど、使わない部品結構あるね。間違わないようにしないと。ホイールだね。メッキしてあるのと塗装前のものがあるね。残念だけど、メッキ塗装していないホイールは今回使えないよ。前輪はいいけど、後輪のタイヤに合わないからね。直径が違う上に、ホイールの太さも違っているし。あらら、じゃあホイールの色は銀でいくしかないね。どうしても色を塗りたいのならホイールの別売りもあるからそれを使うのもいいかもだね。仕事増やさないでよ。あ、はいはい。善処するよ。今から仮組みを始めようと思います。いつもと同じ要領ですね。接着剤を使うところはマスキングテープで留めておきます。作業の突起になったのが、説明書の最初のところ、前輪部分の組み立て。この部分の組み立てがなかなかうまくいかなかったです。私が不器用なのだろうけど。一旦 B6、B7、F1 の部品を組んでから車輪部分を組み込んだ方がうまくいくと思います。ただし、組み立てで接着剤を使用するときは完全に硬化する前に組み込んでください。厄介なところはここくらいでしたので、この後は仮組み作業の様子を動画で流します。小さな部品はここで切り離しちゃうと紛失する可能性もあるので、不安な方は接着するまで切らない方がいいでしょう。大きい部品の愛を確認するだけでも、仮組みの効果はあります。組み上げて完成時の姿を見ることもできますからね。仮組みが終わったみたいだね。どうだった？ウップ主からは今回もあまり作り慣れていないジャンルの模型を作るから、余計な手を加えなくても良いと言われているんだけど。でもやっぱりなんというか、気になる箇所があるんだよね。気になる箇所があると直さずにはいられないし。それで、どこが気になっているの？ま
まずこのフロントスポイラーの部分。ここがどうしたの？説明書ではここは黒で塗るように指定しているんだけどね。でもここは本来、エンジンやオイルの冷却のためのラジエーターがあって開いているはず。なのでこの部分は黒で塗る代わりに切り取りたいと思います。まあシャシー部分が見えちゃうけど、シャシーはもともと黒だしあまり違和感ないと思う。なるほどね。まあ穴の開いている部分を塗装で表現しようとするキットは確かにあるし、その方が簡単で効果的な場合もあるけど、どのような仕上がりになるのか楽しみだね。それとね、車体とオーバーフェンダーの境目。オーバーフェンダーは後付けのはずなので、境目は溝になるはずなんだけど、ご覧の通りツルツル。毛がいて溝を追加しなければ違和感出るかもだね。そのついでに、どうもモールドが浅いみたいなので、全体的にモールドに毛書き針で溝を深くした方がいいと思う。それと、後ろに目をやるとね。マフラーだね。何かあるのかな？仮組の写真では2本横に出ているよね。これがどうしたの？マフラーの上見て何か思わない？車体の方にマフラーの穴があるけど、横向きのマフラーに合っていないでしょ？確かにマフラーの穴が小さいね。どうしたのこれ？このマフラーの形ね、デュアルマフラーと言うんだけど、本来これ横ではなく縦に配置されているのよ。まあ本来って言ったけど、このキットはチューンドカーのようなので、その結果カスタマイズやチューニングで社外品のものに変わってしまったのはあるあるだから、間違いとは言えないけど、今回はこの辺りも回収しようと思います。それとチューンドカーだけあって後部座席はなく、代わりにロールバーを組み込んであるね。今回も大変そうだね。まだどのように回収するかは決めていないし、これ以外にも後から問題が出てくるかもしれないけどね。あとね、さっきウップ主が言っていたけど、タイヤの話ね。強めに押し込めばタイヤが入らないこともないけど、車体のホイールアーチに干渉するから難しいかな。どうしてもこのホイールを使いたいなら、タイヤが干渉しないように、ボディを少し上げるか、ホイールアーチを削るしかないね。というわけで、今回は説明書通りにしようと思います。別売りのタイヤを買うと当たり前だけど別途お金がかかるし。さてさて、またお会いしましたね。高橋です。最初の方でお話ししたのですが、ボディの色などの件ですね。サムネの箱絵の色が変わっていたのを不思議に思いませんでしたか？あれはサムネ用に作ったものですが、ボディの色を決めるのに手助けになるように準備したものなんですよ。これをご覧ください。使用しているのは Photoshop というソフトです。私が使用している Photoshop エレメントでは、カラーバランスをリアルタイムで変化できないので、やむを得ず今回はちょっと古い Photoshop 6.0 を使用します。まずはこいつに画像を取り込んで、必要なものを用意します。ボディとホイール、スポイラーを各レイヤーに分けて画像を作成します。それぞれ色違いにできる部分ですね。用意したレイヤーを指定して、とりあえずボディ部分を、カラーバランスのウィンドウを出します。これですね。一番上の項目から下へ順番に動かしてみましょう。いかがでしょう？ボディの色が変わりましたね。とりあえずキャンセルして元に戻します。今度はホイールの色を変えてみましょう。再びカラーバランスのウィンドウを出して、青になりましたね。キャンセルすると元に戻りますが、今回は OK を押して保持しましょう。今度はスポイラー部分ですね。同じように色を変更してみましょう。グリーンになりましたね。これも保存するので OK を押して、その後ボディの色を先ほどの赤に変えましょう。こんな感じになりました。背景を表示すると、サムネのような色を変えた箱絵の完成です。いかがでしょうか？面白いでしょ？本来は写真を加工したり、お絵描きや画像を作成するソフトなのですが、このように使うこともできます。ボディの色を決めるときに参考にするのにいいかなと思いまして。もっとも実際に塗るとイメージが違ったりするのですが、それでも参考にはなりますからね。そういうわけで、3人で制作会議を開いて色について吟味しました。その時の会議の様子を流していますが、まあ、それぞれ好みというか、好きな色とか個性があるので、結構紛糾しましたね。
ホイールはそのままキットのものを使うのなら銀に決定だし。スポイラーについては、セミグロスの黒か、暗いグレーにすることで一致したので良かったですが、ボディについては完全に分かれてしまってなかなか決着がつきませんでした。まあこのようにですね、頭の中でイメージするよりは、画像で検証した方が分かりやすいので便利です。画像編集ソフトを使えるのなら一度試してみてください。ちなみにですが、この段階ではボディの色は決まりませんでした。次回までには決定したいと思いますが。さて、どうなることやら。今回はここまでです。慣れないものを作ることになったけど、大丈夫かな？大丈夫だよ。何事も挑戦だよ。頑張ってコツコツやっていこう。成功するところまで続ければ、それは成功になる。という言葉もあるからね。どうしたのウップ主、なんだか今日は良いこと言うね。今日はって、まるで今まで適当に喋っていると言っているみたいじゃないか？確かに今までにないことだから何か嫌な予感がするね。ウップ主、もしかして何か企んでない？何も企んでいないよ。なんだよ、信用ないんだな。それは日頃の行いじゃないかな。話は変わりますが、前回からまた少し動画の要素を追加してみたのですが、気づきましたか？あ、ごまかしたな、こいつ。お気づきの点があればコメントよろしくお願いします。それでは、最後までご視聴していただき、ありがとうございました。また、次回の動画でお会いしましょう。